お茶とひとときのコーナーを担当する侍茶人です。今日はいろんな材質のポットで沸かしたお湯を使ってお茶を入れてみます。で、今回用意したのはこの3つです。ステンレスと鉄と銅。この3つでですね、まずお湯を沸かしてみました。で、そのお湯を沸かしたものをですね、冷ました状態にしたのがこちらです。こちらからステンレス、鉄、そして銅。一度飲んでみたいと思います。まずはステンレスで沸かしたお湯ですね。で、それを冷ましたものなんで、今は本当に普通の水道水みたいな感じですね。で、次、鉄瓶で沸かしたお湯を冷ましたものですね。味が違いますね。あったかい時は、あまり感じなかったんですけども、冷めるとより風味を感じます。なんか明らかにですね、普通のこのステンレスのポットで沸かしたお湯とは違う味がついてますね。なんていうのかな。なんか、すごく風味がついた感じがしますね。そしてこちら、銅のポットで沸かしたお湯を冷ましたものです。こっちは逆にですね、味わいが、なくなってるというか、すごくフラットなお湯になってますね。なんかこっちのステンレスのポットのものはどちらかというとまだなんかちょっと味わい的なものが残ってる感じがするんですけども、その味わいが取れた全く本当にフラットな水になってますね。面白い。飲みやすさで言うと銅のポットで沸かしたお湯、そしてそれからステンレスで沸かしたお湯、そして、鉄で沸かしたお湯って、この順番で銅とステンレスは結構似通った味わいなんですけども、鉄だけすごく味わいが違ってます。では今度はそれぞれでそれぞれのお湯を入れて、それぞれのお湯で入れたお茶ですね。こちら玉露を用意しました。同じお茶なんですが、ちょっと濃さが違うっていうのは若干浸出時間が違うというくらいで、全て同じお湯の量、そして、同じお茶の葉の量を使っています。ではまずはステンレスのポットで、沸かしたお湯を使った、玉露ですね、飲んでみます。すごく甘みがあって飲みやすいですね。いつも飲んでいる味っていう気がします。では続いて鉄瓶で沸かしたお湯を使って入れた玉露です。結構ね、味がついて、なんかまろやかさも増してる感じがしますね。すごくその普段飲んでいるよりも味わいが大きくなってる、膨らんでる、そしてなんか違うそのままの、鉄分の、鉄で沸かしたお湯の味もついていて、結構その違う感じのお茶っていう印象がありますね。面白いな。では続いてこちら、銅のポットで沸かしたお湯を使って入れた玉露ですね。これは逆に、お茶の味そのものがギュッと凝縮されてより明確になった感じがしますね。すごく
飲みやすいですし、はっきりとお茶の味っていうのを感じられます。このステンレスの方はどちらかというとお茶の味も感じられるんですけども、なんかより濃く感じますね、この銅で入れた分は。もしかしたら逆にですね、ちょっと濃いめに出たのかもしれないです。ただこの鉄瓶で、沸かしたお湯で入れたものは全くね、味わいが、違うものになってますね。個人的な好みで言うと、この銅のポットで入れた味わいが、お茶そのものの味をダイレクトに感じられるという気がするので、私の好みではありますね。ちなみに、沸かす時間なんですけども、ステンレスと銅のポットはよく似た時間帯ですね。だいたい 500ml の水を沸かしたのですが、だいたい3分から3分30秒くらいで沸騰して、それから2分間沸騰させ続けたものを、使いました。それに、対して鉄瓶で沸かした時は、鉄瓶はちょっとねずらして沸かしたので、若干それもあると思うんですけども、だいたい1分くらい長くですね、4分20秒くらいしてから沸騰させたっていう違いがありましたね。だからもしかしたらそういう風なその沸騰するまでの時間の違いっていうのが味に影響している可能性も、ないとは言い切れない気がします。なんか結構思っていた以上に味わいの違いっていうのがあったのと、あと意外とこの銅のポットっていうのはすごくですね、飲み物、コーヒーのね、ポットとかによく銅は使われるんですけども、日本茶でもすごくこの銅のポットっていうのは、使えるなと思いました。ぜひですね、皆さんもこういうふうに素材の違いによる味わいっていうのがはっきり分かりますので、ちょっとチャレンジしてみてはいかがでしょうか。以上、お茶とひとときのコーナーでした。まもなく9時になります。